自転は止まらないがゆっくり遅くなっている。地球は常に回っています。昼と夜があるのも自転という回転運動があるからです。1回の自転にはおよそ24時間かかりますが、実はこの1日の長さは永遠に一定ではありません。地球の自転はほんのわずかずつですが確実に遅くなっているのです。この現象は自転減速と呼ばれています。原因の一つは月の引力による潮汐力です。月は地球の海を引っ張り潮の満ち引きを生み出しています。この海水の動きが地球の自転を少しずつブレーキのように減速させているのです。例えるならぐるぐる回る駒にほんの少しずつ指先で触れているようなものです。ではどのくらい遅くなっているのでしょうか。現在の観測によれば地球の1日は100年に約 1.8 ミリ秒のペースで長くなっています。ミリ秒とは1000分の1秒ですから日常生活では全く感じられません。しかし長い時間で見るとこれは決して小さな変化ではありません。例えば恐竜が生きていた約1億5000万年前の地球では1日はおよそ23時間しかなかったと考えられています。そしてさらに遡ると地球誕生から間もない頃は1日がたった6時間程度しかなかったという推定もあるのです。つまり地球の自転は最初はとても速くそこから徐々にゆっくりになってきたということです。ではこのまま遅くなり続けたらどうなるのでしょうか。理論上はいずれ1日の長さが30時間40時間になるかもしれません。しかしそれには何億年という気が遠くなるほどの時間が必要です。さらに地球と月の力のバランスによって最終的には潮汐固定という状態に近づいていくと考えられています。潮汐固定とは月がすでにそうであるように地球も月に対して常に同じ面を向けるようになる状態です。この時地球と月は互いの動きをぴったり合わせて片方が常に昼もう片方が常に夜という極端な世界が訪れることになります。ただしこれはあくまで理論上の話です。実際には太陽の影響や地球内部の構造変化大気の運動などさまざまな要素が関係してくるため未来の自転速度を正確に予測するのは難しいのが現状です。自転が遅くなるというこの現象は天文学だけでなく地球の歴史や未来を考える上でも重要な手がかりになります。1日は当たり前に24時間だと思われがちですがそれはほんの一時的な姿に過ぎません。地球は時間そのものすらゆっくりと書き換えながら自らの歴史を刻み続けているのです。